どうも、ベトナム在住のうちです。今回はね、このスーパーカブのサイドカバーにね、こいつですね、なんだっけ、合皮の皮をね、かぶせていきたいと思います。これ前にね、他のスーパーカブでもやったんですけども、この合皮をね、引っ張って伸ばして貼り付けていきたいと思います。ちなみにね、どれでもできるかっていうと、これに関してはね、形が単純なんでね、引っ張るだけで、縫製なしで、貼っていきたいんですけども、こっちですね、これはね、収縮がね、伸縮縦にも横にも伸びるやつなんで、普通のやつはね、どっちか一方向、こっちだけですね、にしか伸びないんで、このタイプだと難しいんですけどね、こういうよく伸びるやつだと、1枚でうまく貼れるはずです。ね、じゃあやっていきましょう。ちなみに、前にサイドカバーの位置が合わないっつってね、穴の位置ずらしましたけども、こっち側もね、確認すると、やっぱりちょっと穴の位置がおかしくってね、穴を開け直してあります。これね、前回貼った時はボンド塗ってから貼ってったんですが、今回ね、ちょっと先にうまく引っ張って形を作って、その後でね、ボンドではめてみたいと思います。これはどっちを先に貼るのがいいんだろうな。要はこんな風にね、引っ張っていって形を作っていけばいいわけですね。ね、あらかた引っ張るだけでこんな感じで、まあそこそこね、綺麗にいってます。あとはこれをね、ドライヤーで炙りながらね、伸ばしてシワをなくしていきたいと思います。ドライヤーでね、炙りながら引っ張っていきます。こんな感じですね。こんな感じですね。前回ね、ボンドつけてから引っ張ってかなり苦戦したんですが、引っ張る分にはボンドない方が引っ張りやすいですね。ただそれをどう貼り付けするのかをまだ考えてないんですけどね。やっぱ温めないと辛いか。まあまあいい感じなんじゃないのかな。ちょっとまだシワがあるんでね、もうちょっと引っ張るけど、これはどうなんだろうな。一旦このまんま置いてて、後でもう一回引っ張った方がいいかもしれませんね。もう一個だからやってっかな。こっちもね。これがこんな感じか。もっと引っ張らなきゃいけないんですけどね、実はこれ前回やった時に頑張りすぎて指の皮むけたんですよ。ちょっと今もね赤くなってきたんでね、一旦休みます。このままちょっと明日まで寝かしてみようかな。これね、指が痛くなってきたんでね、ちょっと休んで、まあ休んでって言いながらね、ちょっと引っ張ったんですけど、2つ一緒にやろうと思ったんですけどね、それやると多分指の皮またむけちゃうんでね、とりあえず1個やっていきます。
感じですよね。なかなかね、いい感じなんですが、これをもう一回外して引っ張るとね、うまくいくかっていうのもあるんですけどね。ちょっと目印にマスキングテープ留めてみます。一回全部取ってね、ボンドをベターっと塗って、もう一回同じようにかぶせてみると、ちょっとずつ開けた方が、いや、それじゃうまくいかんよね。まあ、全部めくっちゃおう。型がついてるってほどじゃないんだよね。これはどっちに塗るのがいいのよ。両方なんだろうな。案外うまく塗れんね。こっちに塗るか。もうこんなもんでいいかな。指がね、痛いんですよ。ちょっとシワあるけどな。これでボンド乾くまで待っちゃいましょう。これね、まだ1時間ぐらいしか乾かしてないんですけども、多分ね、そこそこくっついてると思うんだな。ではこの裏側も塗っていかなきゃいけないんでね、やっていきます。これね、短く切ろうと思ったんだけども、長い方が巻き込めるからいいですよね。さあ、裏をどう塗るかやけど、裏は汚くなってもいいやね。ここだけくっついちゃってる。裏はね、ちょっとなんかいい加減ですけど、表から見ればね、そこそこいい感じじゃないのかな。ここだけシワがあるな。こんなもんでしょう。これ直すか。これね、3時間ぐらい乾かしました。まあまあまだ半乾きだけど、とりあえずね、クリップは取ってしまいます。ここはね、動画止めた後も頑張って糊をさらに塗ってね、うまく押し付けていったんで、なかなかいい感じで貼れてると思います。ここにクリップの跡がついちゃいましたけどね、これはじわじわと後から少し消えるはずです。シワが寄ったのは、ここに一箇所寄ってますね。あと、ここにありますけども、まあこれはね、見えないんじゃないのかな。こっちは上からモールかけるんでね、消えてしまいます。消えるというか隠せます。モール、こいつですね。
これをね、ここからかな。ニッパーの方がやりやすいな。R のところをね、切っていけば、なかなかね、いいんじゃないですかね。一応下もつけるかな。大体でいっちまうか。で、あとはここだ。取り付け穴をパンチで叩いて、鍵つけるところはね、もう切れ込み入れちゃいます。温度で貼ろう。ここはね、ちょっと塗りやすいように、これダイソーで買ったのかな。靴底補修用って書いてあるけど、うわ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 、なんか漏れてきた。とりあえず貼っておきます。それで、そうそう、このモールもね、このボンドで貼っておきます。こんな感じでいいんじゃないのかな。ね。さっき、海苔がすごいな。しわ寄ってたところはここら辺じゃなかった？まあちょっと頑張って海苔は取っておきます。それと、こっちはね、もう動画にしないで貼っておきます。これね、もう一つも出来上がりました。ちょっとシワはね、下はね、こんな風になっちゃったけど、まあまあいいんじゃないのかな。下から見ない限りはね、わからないんで。ね、こっち側もね、ここだけはちょっとシワが寄ってますね。まあそれ以外は問題ないと思います。裏側はね、こんな感じですね。1回目より2回目の方がうまくいきました。ちゃんとね、ハサミで切れ目入れてうまくね、貼っていってます。さあ、これで、あとは取り付けなんですよね。一応グリス使うか。ここね、なんせ革なんでね、回っちゃうと困るんで、ワッシャーを念のため二重にして、この重ねてるところにグリスを塗っとくのがいいんだろうな。反対側もね、こんな感じで。それで、長い方がこっち、短いのがこっちですね。これをさあ、車体に取り付けて終了ですよ。さあ、これではまりますかね。で、穴を通して、OK ですね。反対側、鍵、こうなるわけね。
こっち側の下がね、ちょっとシワが寄ったけど、なんせ、ここまでね、下から見ないと見えないんじゃないのかな。なかなかね、いい感じでできました。なんでね、今日はここまでです。それではまた。